こんにちは。オープニングは HY さんのファンクラブが建てた記念碑を見たくなったトリップルです。今回の企画はバスで行く沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるの聖地巡礼旅。通称沖つらは沖縄県のあるあるネタを面白く描いた作品。沖縄の人以外はそうなのってなる内容がいっぱい。人におすすめしやすい作品なのだ。その舞台であるうるま市に向かっているのだ。それじゃあ沖つらの聖地巡礼旅に出発。那覇からバスに揺られ約2時間。 HY さんの記念碑があるうるま市の与那城総合公園にやってきたよ。近くの海からは HY さんロゴマークが干潮時に見れるらしいけど、まさかの満潮でした。矢印の先にかかる橋は偏境中央橋。うるま市で配布されているロケ地マップの背景になってるよ。近くまで行かないの？裏であやは市海中ロードレース大会やってたから行けませんでした。与那城総合公園がゴールだから全然映像撮れなかったわね。まさかそんなイベントやっているとは思わなかったよね。撮影しにくいから脱出。歩いて15分の距離にあるテルマビーチにやってきたよ。第1話で転んで泣いていた男の子と遭遇する場所だね。階段しか似てないけど。それは天気が悪いからでは。曇りだから海が青くないのだ。テルマビーチは全く人がいなくて海を眺めるのに最高でした。普通の日なら車も少ないはず。次にバスでやってきたのは活連城石。ここは2000年に世界遺産の一つに登録された場所なのだ。すごい丘の上にあるわね。自然の断崖を利用した難攻不落の城だよね。平地から見ると芸術的な美しさね。定期的に動いている送迎カートで上まで行けるよ。徒歩でも余裕で登れそうね。すでに30分以上歩いている身にはきついのだ。送迎カート終点に到着。乗車時間は1分くらいだったね。活連城は15世紀に繁栄した城。発掘調査により中国や東南アジアの陶磁器、また熱帯に住むオウムの骨や中国の河川が見つかったよ。このことから他の国々と交易を言っているのがわかるのだ。沖つらのアニメでは第3話で一瞬だけ出てきた場所なのだ。本当に一瞬しか出ないから見逃さないようにね。登っている間に沖つらに出てきた話を紹介。まずは〇〇しようね問題。どういうこと？例えば帰ろうねってどんな意味になると思う？一緒に帰ろうってことじゃないの？沖縄では帰りますって意味になるよ。一緒にと捉えてしまうから気をつけるのだ。沖縄の居酒屋で聞いた時はテンション上がったのだ。面白いわね。他には何があるの？しなすよ。いきなりどうしたのよ。これは仲間内で使われる軽いツッコミなのだ。県外の人が聞くと関係が壊れそうね。一の車からは知念半島が見えるはずだったんだけど、曇っていて何も見えないね。こんな天気の悪い日には近くにある雨割りパークに行くのがおすすめ。歴史文化施設があって活連城うるま市の歴史や文化が学べるのよね。その他にも活連城10代目味雨割りの物語を伝えるライブパフォーマンスも楽しむことができるのだ。ライブパフォーマンスは見てみたいわね。今日はそんな時間ないけどね。ということで活連城でした。そろそろお昼ご飯の時間ね。じゃあアニメに出てきた場所に行きます。ドーンシュー。やってきたのは串川そば愛ちゃん。第6話で沖縄そばを食べていたお店ね。沖縄そばにも種類があってトッピングの違いや地域によって呼び方が変わるのだ。例えばどのようなものがあるの？普通の沖縄そばは三枚肉が乗ったもの。間違えやすいソーキそばは骨付き豚肉が乗ったものだよ。スープも豚骨ベースやカツオベースがあるらしいのだ。ここはどんなおそばなのかしら？頼んだのは串川そば。カツ
オベースのスープに三枚肉や骨付き肉が乗ってるみたい。麺は平たい系だったのだ。途中コーレーグースをかけて味変。あっさりしていて美味しかったです。のどかな住宅街に来たわね。この辺りがアニメに出てくる住宅街なのだ。牛川公民館や知念商店はこの辺りなのね。まずは知念商店。アニメでは知念商店よりもオーバーの方が有名よね。カチャー C を教えてくれる人のイメージしかないのだ。画像の角度はここからだね。行った時は子供が買い物してたよ。地域に根付いている場所なのね。次にやってきたのは牛川公民館。ラジオ体操や何か遊ぶ時に集まっていたわね。子供がふんって言っていて可愛かったのだ。沖縄の子供は相づちする時に言うのよね。でも何歳くらいから相づちがなくなるかわからないよね。知っている人がいたら教えてほしいのだ。ここに聖地巡礼マップがあるのよね。早速もらいに行きましょう。今日は日曜日だからやってないよ。やってないの？本当に見に来ただけ？見に来ただけ。この動画も聖地巡礼マップなしでやってます。マップは違う場所でもらえるわよね。普通に忘れていたが、やっぱり沖縄は暑い。キンキンに冷えたオリオンビール飲みたいのだ。マップも持っていない人が次に行く場所は？急に辛辣だよね。次はアニメによく出てくるビーチ、串川ビーチ。オープニングやエンディング、いろいろな話数で出てくるよ。第2話のバーベキューや初めて沖縄に来た日のシーンが印象的よね。ウチナータイムと少年ジャンプが火曜発売って話だね。ウチナータイムは集合時間に遅れる人が多いってやつなのだ。そもそもなんでウチナーっていうの？標準語だと母音があいうえおになるけど、沖縄ではあいうゆになるらしいのだ。他にもあはわーにきはちに変化するから、沖縄はウチナーになるよ。そんな法則性なのね。海辺のベンチに座ればゆったりとした雰囲気を楽しめるよ。海は入るものじゃなくて見るものなのだ。個人の感想です。海に入るとベタベタするから？普通に泳げないからだが。石垣島で泳いでなかった？あれは浮いていただけなのだ。ちゃんと見ると泳いでないからこの動画見てみてね。白い砂浜、青い海、人がいないビーチ。聖地なのに人がいないのは問題じゃない？この動画を参考に聖地巡礼に行く人が増えてほしいのだ。25年3月現在沖縄県が沖面を激アツに売り出していて、限定特典付き聖地巡礼旅行プランやリトルユニバース沖縄に沖面エリア誕生、ベッセルホテルズのコラボルームといろいろ実施中。こんなにいろいろやってもらえると行きやすいわね。詳しくは概要欄をチェック。それじゃあ金湾のバス停からバスに乗るよ。第5話で買い物に出かけるシーンで登場した場所ね。アニメではベンチに座っていたけど、成人男性が乗るには耐久値が足りないから注意するのだ。せっかくだからバスで買い物に行った場所に向かうよ。アニメと違って10分以上遅れてバスが到着。近くのバス停から徒歩10分、三栄串川メインシティ。さすがに店内は撮影できなかったわね。でもアニメ通りこんな感じだったね。かりゆしウェアも売ってたけど1着5000円くらいするんだね。高校生が簡単に買える値段じゃないわね。それ以外にもいろいろなものが売っていて何でも揃う場所でした。今回の最終目的地は台風の強さ指標であるユニオン。台風でユニオンが閉まるときは本当にヤバい時なのよね。ユニオンに行ってみよう。第11話の島豆腐の時間販売は分かりませんでした。耳を澄まして聞いている人はいなかったわね。今回はこれで那覇に戻ります。国際通りに来ました。バス代高くついたんじゃない？今回使用したのはこの区間。これだけ乗ってもオトパを使えば1日2900円で沖縄にある路線バス4社が乗り放題なのだ。でも時間通りにバス到着するの？そんな時にはこのサイト、乗り物ナビ、
バスの現在位置を検索できるサイトだから遅延しやすいバスでも安心して乗れるよ。これがあれば主要な観光地は回れるわね。今回はここまで。沖縄行く人はアニメを見て聖地巡礼してみてね。その際はこの動画を参考にしてくれると嬉しいのだ。また沖縄動画あげるからチャンネル登録よろしくね。